考古学者が中国西部のトルファンで古代の墓の発掘時、驚くほど良い状態で保存された馴染みのある遺物を発見しました。1000年以上の時を経て硬くなっていましたが、小さな三日月型の餃子が見つかったのです。餃子を発明したのが誰かは謎ですが、最初に中国西部と中央アジアに住む遊牧民のチュルク人から古代世界の一部分に広がったと考えられています。これが事実とされるのは、マンティーという言葉が多くのチュルク族の言語で餃子や饅頭を意味し、いくつかの言語で餃子の語源となっているからです。古代チュルク人は餃子に肉を詰めていたようですが、この習慣がいつ始まり、他国から餃子作りの技術を学んだのかは不明です。餃子は古代中国で確かに人気を集めたのです。これは文書に残された初めての記録です。1700年以上前の周詩という学者による食欲をそそる詩です。詩の中で周は見知らぬ土地由来のある料理方法をほのめかしています。小麦を蒸したものを饅頭と描写し、老眼というこねた小麦の玉の準備をうやうやしく記録しています。そこには豚肉や羊肉や香辛料を詰めた饅頭を黒い肉汁に浸して一気に頬張る様子と架空の晩餐が記されています。その後1000年以上をかけて餃子は中国で次第に流行り多様化し続けました。伝統的な肉の具の代わりに、ある地域では野菜のみを包み、人々は新しい料理方法を発達させました。小麦は中国の北部以外では栽培が難しいため、その他の地域では米、タピオカ、さつまいもなどで餃子を作り始めました。中国と他の地域の餃子の関係は入手可能なヒントをもとに食物の歴史家が推測を行いました。チュルク系の民族は地域を広げ、最終的に1300年頃オットマン帝国を設立しました。これに伴い、この包まれたごちそうが西に広がったのです。現在トルコとなった地域ではイスラム教の禁制により、ほとんどの人は豚肉の餃子を食べません。代わってマンティーは子羊の肉などの具材を詰め、ニンニク、ヨーグルト、溶かしたバターをかけ、ハーブやスパイスを振りかけます。モンゴル帝国も餃子の普及に貢献し、東ヨーロッパの一部に広めたと考えています。これらの餃子は中国を経由したか、モンゴル人が帝国の運営のために雇ったチュルク系の人々から直接もたらされたようです。ある説では、これがロシアのペルメニのような餃子や、ポーランドとウクライナのピエロギやバレニキのような芋、キャベツ、チーズ、チェリー入りの大きな餃子の起源だとしています。モンゴル帝国はまた韓国を支配し、そこではマンドゥはキムチなどの郷土料理と一緒に食され、その後中国の多様な餃子はより多くの国に広まり、英語を話す人にダンプリングと呼ばれます。その用語は小さな塊を意味し、16世紀のイギリスでスープに入れるパン生地の塊を表すのに最初に使われたとされています。それにはクノーデルやマッツォと同様具はなかったため、ダンプリングという言葉は紛らわしく不正確でしたが使われ続けました。第二次世界大戦中に日本が中国を占領した時、中国のジャオズが日本に持ち込まれ、餃子として知られるようになり、一般的にはフライパンで揚げられました。ではイタリアに独自の餃子のような詰め物のパスタがある事実はどうでしょう。アラブの征服者が9世紀から11世紀のシチリアの統治時代に餃子を持ち込んだと考える人もいます。それはまだ未解決です。餃子料理が皆同じ伝統から伝えられたとは考えにくいですが、多くの場合それは単に各文化の先見の明のある料理人が同様のひらめきを共有しただけかもしれません。生地に包まれた具を料理すると美味しいと、私たちはこのふっくらとした完璧な小袋と餃子を多様で神聖にした謎めいた電波網の歴史を楽しむことができます。テッドエドは質の高い教育コンテンツを多くの言語で無料で人々に提供できるよう取り組んでいます。パトレオンに寄付して非営利のサポートをしてください。チャンネル登録もお願いします。